それは4時間目の校庭に降りた白い影の伝承。声を重ね手をつないだ者たちだけが空へと招かれる一瞬の不思議な因果。国語対話始まります。天まで届け1、2、3懐かしい響きですね。おや、その詠唱は教科書という名の魔導書に刻まれた伝説の呪文でありますか。はい、放課後の雑談ラジオ国語対話へようこそ。ナビゲーターの MC です。解説担当、サブカルチャーの深淵を除く者、猫です。本日はまた誰もが知るレジェンド級の作品ですね。そうなんです。今回は中川理恵子先生のクジラ雲。小学校1年生の教科書でおなじみですよね。絵は柿本幸三先生や後の改訂版でも継承されるあの独特のタッチ。我々日本人の DNA に刻まれた原風景と言っても過言ではありません。そこで自称天才画伯の私がこの物語のイメージイラストを描いてきました。じゃじゃーん。ほほー、これは MCC、 この真っ白な余白と中央に鎮座する不定形の何かはクジラ雲の雄大さを表現するためにあえて具体的な形を描かずに筆を走らせてみたんです。地味に見事な抽象表現主義な再来ですね。対象の具象性を極限まで削ぎ落とし、純粋な概念としての雲を提示する。まるでマーク・ロスコのカラーフィールドペインティング、あるいは Windows95 のフリーズ画面のような美学を感じます。さすが猫さん、お目が高い。私の中のミューズがキャンバスの白すらも作品の一部だと囁いたんです。凡人には書きかけに見えるでしょうが、私には見えますよ。このグリッチアートのようなカオスの中に潜む不穏さが。不穏？ただの楽しい体育の授業のお話じゃないんですか？甘いですね MCC。 あえて言わせていただきましょう。このクジラ雲という作品の正体とは、ごくり正体とは、全能感が意む集団幻覚、すなわち重力を無効化する言霊系異世界定義の原体験なのであります。出た、猫さんの超解釈。でも言霊っていうのはみんなで声を合わせるシーンのことでしょうか？その通り。あれは単なる掛け声ではありません。物理演算バグを引き起こすための集団儀式なのです。界隈がざわつくレベルの世界系構造がここにはあります。相変わらず独特な視点ですね。ではその不思議な儀式の様子、実際に物語を追って確認してみましょうか。では早速あらすじを見ていきましょう。物語は4時間目の体育の時間、みんなで体操をしているところから始まります。空腹で血糖値が下がり、集団幻覚を見やすい時間帯ですね。そこに白い巨大な影が現れるわけです。そうです。空に真っ白なクジラ雲が現れて、なんと生徒たちの体操の動きを真似し始めるんですよね。典型的なミラーリング効果、あるいは未知との遭遇における知性テストの儀式であります。そこでみんなが「おーい!」と呼ぶと、雲も「おーい!」と返してくる。ここから不思議な交流が始まります。音声入力によるハンドシェイクですね。相手はベナイン・レバイアさん。敵意はありません。そして先生の合図でみんなが校庭の真ん中に集まって手をつないで丸い輪を作ります。出ました。タクタイルシンクロナイゼーション。個人の自我を消失させ、クラスという集合精神を形成するプロセスです。ここからが名シーンです。みんなで声を合わせて天まで届け123ってジャンプするんですよね。きた。重力制御システムの管理者権限を奪うためのアクティベーションコードだ。尊い。でも1回目は30センチくらいしか飛べなくて、雲がもっと高くって応援してくれるんです。物理エンジンの壁は厚いですね。2回目のジャンプでも50センチ。出力不足であります。そして3回目、いきなり風がビューッと吹いて、みんなの体が空に舞い上がるんです。いわゆるエアロダイナミックアノマリー。風という名の運営の救済措置が入りましたぞ。みんなは雲の背中に乗って空を飛び、小さくなった街や学校を眺めます。夢のような時間です。地上をミニチュアとして認識する真の視点。これぞ異世界転生ものにおける俺 2A 状態の原初的体験。でも楽しい時間はすぐに終わっちゃうんです。キンコーンカンコーンってチャイムが鳴って、無慈悲な現実の怒り、強制ログアウトの合図だ。
みんなは雲にさよならを言って、いつもの教室に戻って席に着く。それでお話はおしまいです。鮮やかすぎる期間、リスポーン。美しいですが、あまりにも都合よく管理された夢ですね。確かに物語としてはとても綺麗ですが、大人の視点で見ると現実とのギャップが気になりますよね。おや、MCC、その目はもしや、唯物論的思考、リアリズムに目覚めつつありますか？どうでしょう。では続いて、この美しい物語の裏側にある大人には見えない真実について語り合いましょうか。さて、ここまでは美しいファンタジーとして物語をなぞってきました。でも猫さん、私たち大人にはどうしても無視できない現実的なノイズがありますよね。おや、MCC の目が投資案件の目論見書を読む時のように冷徹になっていますね。この作品はリアリズムの視点で見るとまさにバグの温床です。ですよね。私ずっと我慢していたんですけど、どうしても気になります。ほう、何が気になりますか？ほな言わせてもらうけどな、この状況どう考えてもおかしいやろ。セキュリティ意識どうなってんねん。急に来ましたね。具体的にはどのあたりのセキュリティでありますか？全部や。まず航空法、高度数百メートルを許可もなしに未確認飛行物体で飛ぶとかありえへん。管制塔になんて説明すんねん。これドローン規制法とかのレベルちゃうで。そうきましたか。確かに現代の航空法第99条および重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止の法律に抵触する恐れが大です。せやろ。しかも命綱なしでシートベルトもなし、小学1年生30人を雲の上という不安定な足場に乗せる。これ企業のコンプラ的に一発アウトやんか。訴訟リスクの塊やで。おっしゃる通りです。これは労働安全衛生法も真っ青の案件。まるでブラック企業のやりがい搾取ならぬ夢搾取現場。安全帯なしの高所作業は現代社会では即刻業務停止命令です。まだあるわ。服装や。4時間目ってことはお昼前やろ。季節は秋や言うてたな。上空の気温何度か計算してるか。物理演算入ります。一般的に高度が100メートル上がるごとに気温は約 0.6 度下がります。もし彼らが雲の高さ、つまり高度2000メートル付近まで上昇したと仮定すると、地上よりマイナス12度。マイナス12度？子供ら半袖短パンの体操服やで。低体温症で全滅するわ。風邪ひくどころの話ちゃう。これ虐待やんけ。加えて上空の強風、体感温度は氷点下をはるかに下回ります。みかんも症も野源の力的に見ても、彼らは感動してわーいと言っている場合ではなく、ガタガタ震えながら意識レベルが低下しているはず。まさにデスゾーン。ほんで酸素濃度も薄いやろ。キャッキャとはしゃいでジャンプとかしてる場合か。高山病で頭痛くなってるはずや。なんで誰も寒い苦しいって言わへんねん。そこなんですよ MCC。 通常の生身の人間なら生存不可能な環境で彼らは平然としている。これはつまりクジラ雲が自身の周囲に強力な環境維持機能付きの結界を展開しているとしか考えられません。結界ってそんなオカルトで安全管理ができるか。一番あかんのは先生や。何率先して乗ろうとか言うてんねん。引率責任者が真っ先に現実逃避してどないすんねん。先生への追及が厳しい。確かに地方公務員法第33条真意失墜行為の禁止に抵触しかねません。巨大生物ユーマに児童を引き渡すなどリスクマネジメントの敗北、いや産地の喪失です。もし万一誰か一人が足を滑らせて落ちたらどう責任取るつもりやったんや。雲がやったで済むと思ってんのか。教育委員会に報告書出せんかこれ。報告書、児童30人雲に乗って行方不明。これは CCP 財団が収容に動くレベルのインシデントレポートになってしまいますね。隠蔽工作も不可能な規模です。ほんまありえへんわ。親御さんが知ったらそっとするで。私やったら即刻弁護士入れて学校乗り込むわ。お手柔らかに。しかしそこまで物理法則と社会規範を無視した無法事態であるがゆえに、この物語は子どもたちにとって麻薬的な魅力を持つのかもしれません。失礼しました。つい衛生と安全に意識が高まってしまいました。今の MCC はゴジラよりも恐ろしいリアリズムの化身でしたよ。しかし実に鋭い指摘でした。これは科学的に見れば生存確率ゼロのデスゲームです。
ですよね。冷静に考えるとこれほど危険で倫理的にも法的にも矛盾だらけな作品なんですよ。低体温症、低酸素脳溶、角落地のリスク、それら全てを楽しいという感情だけでコーティングしている。ある意味ホラー映画よりも恐ろしい洗脳のテキストと言えるかもしれません。にもかかわらず、なぜこの作品は何十年もの間教科書の鉄板教材として君臨し続けているんでしょうか。そこには何か教育的な意図があると思いませんか？そこですよ。この矛盾こそが国家レベルのミーム汚染、いえ教育的プログラムの革新なのです。我々はこの作品の裏コードを読み解く必要があります。その謎を解き明かすために、続いてはこの物語が書かれた時代と先生にフォーカスを当ててみましょう。では物語の裏側に潜む大人たちの事情、すなわちこの作品が教科書に選ばれ続ける真の理由を暴いていきましょう。ふふ、ついにパンドラの箱を開ける時が来ましたか。この作品は単なる童話ではありません。国家が主導した OS アップデート用のパッチファイルなのです。大きく出ましたね。まずは基本情報から整理しましょう。作者は中川理恵子先生。国民的絵本グリとグラの作者さんですよね。その通り。グリとグラが炭水化物のバイブルだとするならば、このクジラグモは集団行動のマニュアルです。実はこの作品、1970年頃に教科書のために書き下ろされたという出自を持つのです。そうなんですか？既存の絵本が採用されたんじゃなくて、最初から教科書に載せることが目的だったと？さよう。ここが重要な伏線です。1971年といえば、大阪万博の翌年。高度経済成長期のただ中であり、日本中が未来という名の光に包まれていた昭和イケイケ時代です。なるほど。だからあんなに空が青くて悩みもなくて底抜けに明るいユートピアみたいな世界観なんですね。公害問題などはありましたが、基本 OS は明日はもっと良くなるという圧倒的な楽観主義。当時の子どもたちにインストールすべきは陰鬱な自我ではなく、前を向く集団の力だったのです。先生の言うことに誰も逆らわず、全員が同じ方向を向いてジャンクする。確かに当時の理想的な教室の姿そのものかもしれません。そこに教育的な意図、いわゆる隠されたカリキュラムが存在します。この作品が小学1年生のしかも秋頃に配置される理由、MCC 推測できますか？秋、入学してから半年経った頃ですよね。学校生活に慣れてきた時期でしょうか？正解。ピンポン。幼稚年気分が抜け、集団生活の規律を叩き込むには絶好のタイミング。個々バラバラだった個体をクラスという一つの巨大な生体ユニットへと統合する儀式が必要なのです。生体ユニットって言い方はちょっと怖いですけど、でも確かにみんなで声を合わせて手をつなぐシーンが強調されていますね。あれぞまさにタクタイルシンクロナイゼーション。エヴァンゲリオンの人類補完計画における LCL の海のようなものです。自我の境界を溶かし、私ではなく私たちという主語を獲得させるための訓練プログラムなのであります。猫さん、そのみんな一緒が素晴らしいっていう理屈、ちょっと引っかかるんですけど。おや、MC 氏の様子が、また何か金銭に触れるバグを見つけましたか？せやからな、そのみんなで一つが諸悪の根源なんや。同調圧力のエグさ半端ないやろこれ。天まで届けってもし高所恐怖症の子おったらどないすんねん。教育的配慮へのダイレクトアタック。しかしそれがカリキュラムというものです。みんなやるから自分もやるってそれ思考停止やんか。多様性のかけらもないわ。僕は飛びたくないですっていう権利はないんか？先生のもっと高くって掛け声、あれ完全に体育会系の川原やで。おっしゃる通りです。個人の事情や身体能力の差を無視した全体主義的な強制イベントに見えなくもありません。昭和の猛烈社員養成ギブスです。手つなんぐも嫌な子おるやろ。衛生観念とかパーソナルスペースとかあるやんか。それを感動でラッピングして無理やり従乗させる。ほんまブラック企業の新人研修と一緒や。気持ち悪いわ。MCC、目が座っていますぞ。
確かに現代の視点、コンプライアンスで見れば、個人の尊厳のクラスの和という名の大義で押しつぶす恐怖の洗脳教材とも解釈できますね。あ、ごめんなさい。つい現代語としての個の叫びが漏れてしまいました。ふう、今の MC 氏は全共闘世代の活動家のような爆力でしたよ。しかし、その違和感こそがこのコーナーの核心です。そうですね。この作品が書かれた時代は、みんなで同じ方向に走ることが正義であり、幸福への近道だった。でも今は、高度経済成長という大きな物語が失われ、価値観が細分化された2020年代において、この全員一律の幸福はある種の呪詛として機能しかねません。だからこそ大人が読むと怖いのかもしれませんね。あそこに戻れば楽になれるという誘惑と、もうあそこには戻れないという現実の間で引き裂かれるような。実にエモい、いや文学的です。かつて我々はクジラ雲という巨大なサーバーに接続され、幸福な夢を見ていました。しかしログアウトした今、我々は冷たい荒野で個別にサバイバルするしかないのです。最後のチャイムは夢から覚める合図であると同時に、ここからは一人で歩けという厳しい宣告だったのかもしれませんね。リアリティアンカーは我々を縛り付ける鎖であり、同時に我々が人間として生きるための命綱でもある。解釈違いかもしれませんが深いです。教育的な意図で書かれた明るいお話だからこそ、時代の変化によって影の部分が濃く見える。名作って本当に奥が深いですね。その通りであります。作者の意図を超え、読者の時代背景によって姿を変える。これこそが古典が生き残るための生存ストラテジー。ふふ、綺麗にまとまりましたね。それではこのちょっぴり切ない余韻を感じながら番組を締めくくりましょう。了解いたします。現実への帰還シークエンスを開始します。続きましては本日のまとめ、エンディングへ参ります。そろそろお時間ですが、最後に少し雑談をしましょうか。いやー、今日はまさか小学校の教科書がここまで法的リスクとホラーの地雷原だったとは衝撃でした。平和な空の旅だと思っていたものが、実は生存確率ゼロのデスゲームであり、高度な洗脳プログラムだったとは。解釈違いも甚だしいですが、これぞ分析の醍醐味です。まあ正解なんてないのがこの番組のスタンスですからね。あくまで一つの読み方として楽しんでいただければと思います。その通り。しかし MC 氏、実はもう一つとある局地的な界隈、具体的には筋肉フィットネスガチ勢の間でささやかれているとんでもない新説をご存知ですか？フィットネス？これ国語の物語ですよね。体育の授業の話ではありますけど。甘い。彼らの視点ではこれはファンタジーではありません。超高強度プライオメトリクストレーニングのドキュメンタリーなのです。プライオ何ですか？猫さん急にキャラが変わってません？いいですか？天まで届けという掛け声、あれは祈りではありません。中枢神経系を興奮させ、瞬発的な最大筋力を発揮するためのシャウト効果を狙ったルーティンワークです。シャウト効果。まあ確かに声を出すと力が出るとは言いますけど、それが物語のテーマなんですか？もちろんです。1回目と2回目のジャンプが失敗したのはなぜか。それはプレワークアウトが不足していたからです。まだ側筋繊維が完全に覚醒していなかった。あはー、側筋。小学1年生の物語でその単語を聞くとは思いませんでした。そして3回目。30人の大腿四頭筋とハムストリングスが完全に同期し、爆発的なエネルギーを生み出した。風は魔法ではない。30人分の足が生み出した衝撃波です。ショックウェーブです。衝撃波って、それもう人間じゃなくて兵器じゃないですか。じゃあクジラ雲は何なんですか？あれは雲ではありません。ボディービル界でいうところのゴールデンエラフィジーク。黄金時代の肉体。目指すべき究極のバルクの象徴です。バルク。可愛い雲がマッチョの理想像に見えてきたってことですか？イエス。つまり彼らは雲に乗ったのではない。HIIT による脳内麻薬ドーパミンがドバドバ出た結果、空を飛ぶような高揚感ランナーズハイを得たのです。パンプアップこそが正義。
相変わらずマニアックな視点ですね。でもジャンプの重要性はわかります。私実はこれでもクラシックバレエを10年ほど習っていたので。なっと MCC バレエ経験者、それは初耳のロアですね。通りで姿勢が良いわけだ。実家の方針で3歳から。だからプリエからの跳躍のメカニズムにはうるさいんです。ただこの物語には一つだけどうしても許せない点があるんです。おや、元バレリーナとしての専門的なダメ出しですか？手つなぐところですよ。あそこだけは私の美学に反します。ほう、それはまたなぜ？タクタイルシンクロニゼーションこそがこの作品の肝なのに。手汗が嫌ねん。自分想像してみ。体育の授業で汗だくになった30人が手つなぐんやで。ベタベタやんけ。衛生観念どうなってんねん。ひー、潔癖パラメーターがカンストしている。感動のシーンを湿気の観点で全否定ですか？バレエは基本ソロか清潔な衣装のパートナーとだけやろ。泥だらけの手でせーのとか絶対無理。私やったら速攻でアルコール消毒液持ってくるわ。お手柔らかに。しかしそのリアリストな感覚こそが今の2020年代的な読み方なのかもしれませんね。失礼しました。つい当時の不快指数を思い出して取り乱しました。ふう、今の MC 氏は幻想のような迫力でしたよ。でも実際今の Z 世代やアルファ世代の子たちも同じことを思うかもしれません。そうですね。今はこの時代ですし、みんなで一つになるよりも自分の快適さやタイパを優先するのが普通ですからね。1971年はみんなでテレビを見る時代でしたが、今は一人一台のスマホで別々のタイムラインを見ていますからね。エアロダイナミックアノマリーを共有するなんて現代ではライブ会場しかありえません。そう考えると、クジラ雲って現代風に言えば超大物インフルエンサーみたいな存在なんでしょうか？鋭い。突如空に現れたトレンドにクラス全員で乗っかる。そして TikTok でバズる動画を撮るために一時的に団結してジャンプする。なるほど。雲に乗ってみた動画を撮るために必死になってると思えば、あの異常なハイテンションも納得です。そしてチャイム、リアリティアンカーが鳴ったら即解散。はい、撮れたか OK、お疲れです。と言ってそれぞれの子に戻っていく。うわー、なんか夢がない。でもすごく現代的でリアルな解釈ですね。感動的な物語が急にビジネスライクに見えてきました。それこそが古典の面白さですよ。テキストは変わりませんが、読み手である我々の OS がアップデートされているため、出力される解釈が変わるのです。確かに、昔はみんな仲良しの象徴だったものが、今では親ガチャならぬクラスメートガチャの結果としてドライに受け止められているのかもしれません。クラスメイトガチャ、言えて妙です。外れを相性の悪い子と手をつながされる苦行、それが学校というシステムですからね。でもだからこそ、あの一瞬だけ心が通じ合った時間が奇跡として輝くのかもしれません。手汗は嫌ですけど。現実にはありえない完全な動機だからこそ、我々はそこに失われたベナイン・レビアさんの夢を見るのでしょう。綺麗にまとまりましたね。なんだかんだ言ってやっぱり教科書の名作って大人になってから読む方が面白い気がします。同意します。我々はこの実験室で今日また一つ新たな世界線を観測しました。それだけで十分尊い時間でしたよ。はい、リスナーの皆さんも久しぶりに空を見上げて自分なりのクジラ雲を探してみればいかがでしょうか。もちろんジャンプするときは準備運動を忘れずに。怪我をしたら労災はおりませんからね。それではまた次回の講義でお会いしましょう。それではまた次回。にゃん。